昇進した同期がちょっと感じ悪くなるという現象があります。本人にその自覚はありません。フォロワーが増えた人の口調が少しずつ変わっていく。うまくいき始めた友達となんとなく話しづらくなる。で、これを周りはちゃんと見ているんですが、本人だけが気づいていない。今日はこのうまくいくと人が変わるの正体です。全能の力を手に入れた2人の男の正反対の結末から見ていきます。デスノートという漫画の主人公にヤガミライトという男がいます。名前を書くだけで人を殺せるノートを拾った当時17歳の高校生です。よく誤解されるんですが、拾った直後のライトは悪人ではないんです。成績は全国一、正義感が強くて腐った世界を本気で浮いている。ノートを使い始めた動機も世界から犯罪者を消すといういわば正義でした。ところが計画が完璧に回り始めたあたりから何かが変わっていきます。口調が変わる。人を駒と呼び始める。そしてあの台詞が出ます。僕は新世界の神になる。ここから先のライトは世界を良くすることより自分が正しかったと証明することに執着していきます。探偵の L に勝つこと、疑ったものを出し抜くこと、気づけば目的と手段が入れ替わっている。結末はご存知の通りです。ライトを破滅させたのはノートの欠陥ではありません。計画のミスでもない、全能になった後のライト自身なんです。ところが、ここに判例がいます。ワンパンマンの主人公、埼玉、どんな敵でもパンチ一発で終わる男です。全能の度合いで言えば、ライトより上かもしれません。では、彼は新世界の神になったでしょうか。なっていません。それどころか、ヒーロー協会の格付けは、ずっと下の方で、町の人に名前すら覚えてもらえない。そして本人は、それを大して気にしていないんです。彼の悩みは、強すぎて張り合いがない。ということだけ、日常の最大の関心事は、スーパーの特売です。全能を手に入れた男が、土曜の朝に、特売の列に並んでいる。同じ全能で、なぜ片方は神を名乗り、片方は特売に並ぶのか。分かれ目は、力の使い道です。ライトは、力を、証明に使いました。僕は正しい。僕は選ばれた。見ていろ。証明には、観客がいります。だからライトは最後まで、自分を見てくれる誰かを必要とし続けました。埼玉は、力を、趣味に使っています。本人が、はっきり言うんです。趣味でヒーローをやっているものだ。と、趣味には、観客がいりません。誰も見ていなくても、成立する。証明は観客を必要として、趣味は観客を必要としない。実はこの違いが、全能の寿命を決めていたんです。で、3000年前の話です。易経という古典の、一番最初に置かれている毛が、剣、竜が天に昇っていく物語です。面白いのは、これが6段階で書かれていることです。水に潜んで力を蓄える、占領、地上に現れる、権領、そして天をかける、肥料、ここまでは出世物語そのものです。問題は、その上です。6段階の最後、頂点のさらに上に、こう書いてあります。荒涼、悔いあり、上り詰めた竜は、後悔する。最強の状態を描いた物語の結末に、3000年前の人たちは、勝利でも栄光でもなく、後悔を置いた理由も書いてあります。高すぎる竜は、振り方を知らない。そして、その高さには、対等な誰もいない。ライトが壊れたのは、まさにこの高さです。対等な存在だった L が消えた瞬間から、ライトの世界には、観客しかいなくなった。照明の相手がいない照明は、暴走するしかないんです。これは、神とヒーローの話では終わりません。フォロワーの数、いいねの数、役職、今は全員が、小さな竜として登る時代です。そして登るほど、照明の観客が必要になっていく。降りられなくなっていく。うまくいき始めた人が感じ悪くなるのは、性格が変わったからではありません。力の使い道が、いつの間にか、趣味から照明に入れ替わっているからです。そして照明はいくら積んでも満たされない。観客はいつか必ず飽きるからです。埼玉が頂点で正気でいられるのは、強くなった理由が、最初から自分のためだったからです。誰にも見せる必要のない力は、荒涼にならない。ライトは最後まで、見てくれる誰かを探し続けました。埼玉は今日も、誰にも見られずに、特売の列に並んでいます。力の使い道が、力の寿命を決める。3000年前から、そういう順番なんです。